皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はカタカナワード、外来語についてお話ししていこうと思います。日本語にはひらがなとカタカナと漢字がありますよね。で、日本語を勉強していて日本に住みたいとか、日本語をネイティブ並みに話したいと思っている方の多くは漢字をたくさん勉強していると思います。で、それももちろん大事で、漢字の勉強は永遠に続く課題というか、日本語を勉強すると決めたなら避けられないことだなと思います。私もたまにめっちゃ難しい漢字だったら、これなんて読むんだったっけなとか、何か書かないといけないときは、うわ、この漢字合ってるかな、こうやったっけって迷ったりします。そのぐらい日本人でもというか私は漢字すぐわからなくなるし、この読み方合ってるかなとか迷ったりします。なのでだからこそ小学生から漢字を勉強してきた日本人でも漢字って使わないと忘れるので勉強し続けなければいけないことだなと感じています。で、日本語力を上げたい、流暢になりたいっていう方は漢字の勉強はもちろん大事なんですけど、それと同じぐらいカタカナを使った言葉を勉強するのもとっても大事だと思います。カタカナ語、外来語をマスターすることでリスニング力がぐんと上がって理解できる文章とかコンテンツもたくさん増えると思います。私も今このイントロ部分を話しているだけでカタカナめっちゃ使ってるかなと思うので、その重要性がわかるかなと思います。人によってめっちゃ使う人、あんまり使わない人はいると思いますが、ゼロっていう方はいないと思うので、マスターすることはとっても大事です。で、私のポッドキャストを以前聞いてくださった方なら、こう思ってる方もいるかもしれません。花さんめっちゃカタカナ使うやんって。そうですよね。私もいつも話し終わって、自分の録音を一回聞くときに、めっちゃカタカナ使ってるなって思います。そのぐらい私は結構使ってしまいがちなんですが、漢字の別の言葉、用語もあるけど、カタカナ語というか外来語を使って話すという方は、私も含め結構多いかなと思います。なので、カタカナ語をマスターすることは、日本語のリスニング力を上げることにつながると思います。あともし日本で仕事がしたいとか、日本人とチャットをね、いろいろしたいっていう方だと、カタカナ語は必須かなと思います。で、まずどういう場面でカタカナ語、外来語がよく使われるかというと、一つはビジネスの場です。会社とか企業で働く場合ですね。そこでは本当にカタカナだらけです。もはやカタカナ語の方が多いんじゃないかってぐらい、そのワードがね、飛び交っています。なので、例えば日本の企業で働きたくて、難しい漢字も一生懸命覚えて、よし、就職できたとしますよね。仕事ゲットできたとしますよね。で、いざ働き始めると、同僚や上司の言っていることが全然理解できないっていうことがあると思います。一つは敬語の難しさだったり、皆さんが働いている業界の業界用語などの難しさっていうこともあるかと思います。業界用語っていうのは、その業界だけで使われている単語になります。そういう業界だけで使われている用語、業界用語って言ったり、あとはすごく難しい、なんかお医者さんが使うような専門用語とかもあります。で、これって本当に難易度がぐっと上がるし、使う場面が本当に限られてくるので、業界用語、専門用語は難しいっていうのは当たり前だと思います。それに加えてもう一つはカタカナ語、外来語だと思います。これをマスターできているかできていないかで、本当にリスニング力、理解力は変わってくると思います。私も初めてインターンをした時、私の上司の話す言葉がとかチャットがもうカタカナすぎて全然理解できなかったっていうことがあります。なので日本人の私でも、いやそんなカタカナ使うんでよくないって思ってしまうぐらい、ビジネスの場面では
たくさん使われています。なので、日本で仕事をしたいと思っている方は、カタカナ語を学ぶのは必須というか絶対条件だと思います。あとはレストランやカフェでもよく使います。日本に旅行に行って日本語が使えるように、レストランで使う日本語フレーズなどをたくさん練習した方がいるかと思います。そんな方が多いかなと思います。そういう場面でもひらがなだったり漢字の日本語、単語を覚えるのはもちろん大事なんですけど、英語をカタカナにしたもの、外来語、カタカナ語を覚えた方が意外と会話がスムーズにいったりもします。最近はカタカナ語を使う場面というか、人が多くなったなと思います。私も含めなんですが、よくね、使います。なので今回は日本人がよく使うカタカナ語を紹介していきたいと思います。これをマスターして皆さんも使えるようにとか、せめて聞いた時に理解できるようにしておいてほしいなと思います。ではまずはカフェやファストフード店など飲食店で使うカタカナ語、外来語からいこうと思います。まずオーダーをするときに店内で食べるかお持ち帰りか聞かれますよね。皆さんのね、国でもファストフード店とかマクドとか、レストラン、カフェとか、そういうテイクアウトと店内どっちもあるお店に行くと必ず聞かれると思います。で、ここでなんですが、最近は店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですかって聞かれることももちろんあるんですけど、そうではなくて、イートインですか、テイクアウトですかって聞かれることもあります。特に外国からの観光客が多いエリアとか、日本語があまり話せない方がよく来るっていうお店は、あえてカタカナでイートイン、テイクアウトって聞く店員さんもいるかと思います。で、これはマストで覚えておくべき、発音もリスニング練習もしておくべきと私は思います。で、もう一つ、レストランでセットメニューを頼むときに、ご飯かパンかどちらかがついてきますというお店というかメニューがあります。その時に店員さんがパンかライスどちらになさいますかって聞いたりします。これは私も、いや、そこはご飯でいいやろと思いますが、だいたいパンとご飯どちらもメニューにある場合は、パンかライスどちらにしますかって聞かれたりします。パンは日本語でもパンなんですが、ライスは、お米です。ご飯、白米とか、いわゆるお米ですね。で、日本語では L と R の区別がないので、カタカナでライスと言います。これもね、最初ライスって聞いて、ってなる方もいるかと思うので、覚えておいてください。あとメニュー表なんかにもライスって書かれていると思います。それを見たときは、これはご飯のことだな、お米のことだなって思っておいてください。では次はゲットです。これは多分さっき私も使ったんですが、個人的にめちゃめちゃ使います。ゲットの意味としては何かを手に入れるとかですよね。英語のゲットの意味に近いというか、ほぼそのままかなって思うんですけど、これは特にめっちゃ欲しかったものが買えた時とか、限定品などが手に入った時、買えた時によく使う気がします。例えば、この欲しかった商品やっとゲットできた、もうめっちゃ嬉しい、みたいな感じで使ったりします。で、個人的にはゲットめっちゃ使うし、使ってる人多いなっていう気もするので、何か購入できた、手に入れた、買えたっていう意味っていうのを覚えておいてください。では次はキャンセルです。キャンセルは、英語とちょっと発音違うんですけど、意味はそのままです。そのなんか予定を取り消すときだったり、その予定がね、中止になった、キャンセルになったっていうときによく使います。あとはレストランやホテルの予約を取り消すときとかによく使います。またチケットを購入するとき、予約するときなんかにもキャンセルっていうのはよく出てきます。例えば、もう購入したら返金できないとき、キャンセルできないときは、
キャンセルする場合はキャンセル料が発生しますなど、そのウェブサイトに小さく書かれていたりします。なのでそういう予約をする場面ではキャンセルっていう単語は本当によく見るかなと思うので、皆さんもね、この言葉を覚えておいてください。自分で自らキャンセルキャンセルって使う場面はそんなにないかもしれないんですが、よくね、見ると思うので覚えておいてください。で、次はチケットです。チケットは英語の意味そのままなんですけど、例えば電車のチケットだと切符とか乗車券っていう単語があったり、飛行機なら航空券という単語がチケットの代わりにもともとね、日本語の単語があるんですが、そういうのをひっくるめてもう全部チケットって最近は言ったりします。私は個人的にはチケットってよく言うかなって気がします。で、あとはテーマパークなど、なんか展示会とかも、そういうところに入るためのチケットは入場券って言ったり、映画のチケットも映画の半券って言ったりするんですが、大体みんなチケットって言うかなと思います。なんかウェブサイトに書かれていたりとか、例えば駅で働かれている方は、切符とか乗車券って言ったり、空港で働かれている方は航空券って言ったり、その日本語の単語を使っている方がほとんどだと思うんですけど、日常会話でよく出てくるのはやっぱりチケットっていう単語かなと思います。なのでみんなわかりやすくするために、電車のチケット、飛行機のチケット、映画のチケットみたいな感じで、何のチケットについて話しているのかを明確にするためにも、その何のチケットかっていう単語を前にできて話します。そうですね。チケットって言っている方とかよく聞く場面はあるかなと思うので、皆さんも覚えておいてください。では次はストレスです。今を生きる人でストレスが一切ないという方は少ないかと思うので、知っていて損はしない単語かなと思います。ストレスは漢字を使って表すなら重圧とか緊張とか負担とかいろんな、ものがあるかなって思うんですが、それらをまとめてストレスというので使い方をマスターしてみてください。例えばなんですが、精神的なことを表すときは、最近人間関係のストレスが多くてほんま疲れたわとか、仕事がうまくいかなくてストレス溜まってるわとか、そんな感じで日常会話で本当によく聞く単語かなと思います。もちろん生きていてストレスっていう単語を使わないとか聞かないっていうそんな人生を送れていたら最高かなって思うんですが、どんな小さなことでもちょっとストレスが溜まったりしますよね。私は今日なんかサンダルで外を歩いていたんですが、急に雨が降ってきて足元がびしょ濡れになって、で、その時傘も持っていなかったので結構濡れてしまって、で、もちろん天気予報を見て傘も持ち歩いて、で、知っておけば防げたことなんですけど、大丈夫やろうと思っていたら案の定雨に濡れたので、こういうことってちょっとしたことですけど、ストレスにはなりますよね。なので、生きていてストレスがたまらない方はいないかなと思います。だからこそ、この言葉、ぜひね、覚えておいてください。皆さんがよく使う必要はないし、使わない方がいいというか、そういう場面に遭遇しない方が、人生ね、楽しく生きていけているということなのでいいと思うんですが、よく聞く単語だと思うので、ぜひ覚えておいてください。では最後ですね。最後はテーマです。今回のテーマはという感じで私も毎回使っているかなと思います。テーマは言い換えるとしたら主題とかになると思うんですが、主題は会議やアート作品などに使われるイメージで、日常ではあまり聞かない気がします。ビジネスの場だと主題っていう漢字の言葉をよく聞くかもしれませんが、よく使う言葉、よく日常で聞く言葉ではないので、日常はテーマになるので皆さんも覚えておいてください。今回はカタカナ語、外来語についてお話ししました。
皆さんの中には、日本人って日本語あるのに、漢字の単語あるのに、なんで日本語使わへんの？なんでわざわざ英語とか違う国の言葉を引っ張ってきて、それをカタカナにして、わざわざ難しくしてるんって思う方もいるかと思います。で、それはもうもちろんその通りで、なんでなんて思うこと、私もあります。でも私が思うのは言語は変わっていくものだし、100年前の日本語と今の日本語も全然違うというか違う部分がたくさんあるので、それを受け入れて、勉強頑張ってほしいなとも思います。で、最近スラングのように使われているカタカナ語っていうのもあるかと思いますが、基本的にはスラング多めというよりかは外来語、それをカタカナにして使っているっていう感じだと思うので、日常で皆さんもよく聞くカタカナ語っていうのはあるかと思いますが、よく聞くってことは日本人がめちゃめちゃ使っているっていうことだと思うので、ぜひ皆さんも覚えてね、使ってみてほしいなと思います。で、そのカタカナ語の日本語というか漢字を使った単語もたくさんあると思います。で、もし皆さんがそっちを勉強してそっちを使っても特に違和感はないし、別に全然問題はないです。問題はないんですけど、なんかちょっと古く聞こえたりとか、なんかそれをわざわざその単語使うみたいな場面もなくはないです。たまにあります。あともう一つカタカナ語外来語で言うと、やっぱり若い方の方が多く使っているなと思います。若い方の方がいろんな言語に触れる機会もあるだろうし、その SNS を通して、または昔よりはね、簡単に言語も学べる時代になってきたので、海外の方のコンテンツを見たりとか、そういう方も増えていると思います。だからこそいろんな言語をね、なんかカタカナにして使っていたりします。よくあるのは英語とか、なんかラテン語系の言葉かなって思うんですけど、最近だと韓国語をカタカナにして使う人がいます。K-POP とか韓国ドラマなど、韓国のコンテンツは日本でとても人気で、私も大好きで、日常的に韓国語に触れている方が多いと思います。例えば韓国語で大丈夫っていうのはケンチャナって言うと思うんですけど、普通に日本語でケンチャナケンチャナみたいな感じで友達と話していたりします。私のその友達が全員それぐらいの韓国語だったらわかるっていうのもあるんですけど、なんか K-POP アイドルが好きとか韓国ドラマが好きっていう人同士だとめっちゃ韓国語の単語を会話に混ぜて話したりします。あとは中国語の日本語の漢字で好きっていう漢字があるんですけど、それを中国語だとハオですかね。ちょっとこれは本当に発音がわからないんですけど、カタカナにするとハオになります。で、それをなんかチャットするときとかに中国語っぽく使ったり、これはもう完全にスラングなんですけど、そういう風に本当にいろんな言語を混ぜながら会話していたりします。こういうのを聞くと、いやもうそんなんやめてや、日本語学び出したばっかりやのに他の言語混ぜんといて難しい難しいって思うかもしれないんですけど、こうやってね、日本人は本当にいろんな言語を混ぜながら話していたりもします。だからこそカタカナ語を学ぶっていうのはめちゃめちゃ重要、大事なポイントかなと思います。特に日本人と友達になりたい、日本人とチャットでいろいろ話したい、日本で就職したい、お仕事したいっていう方は必須だと思います。いろいろ難しい場面はあると思いますが、カタカナ語、外来語を学ぶのは必須なので、初級の人、日本語を今から始めますっていう方に一番最初におすすめする学ぶべきことではないんですが、これを聞いてくださっている方々はもう本当に日本語上級レベルの方々が多いかなって思うので、そういった方はね、ちょっとずつもっとカタカナ語、外来語の語彙を増やしていくのもいいのかなと思います。で、今回私が紹介したのは本当に一部で、日本語にはカタカナ語、外来語がもう数えきれないぐらいあるんですが、ちょっとずつ覚えていってもらえたらなって思います。これは皆さんが
どんどん使っていこうというよりかはリスニング力を上げるためにおすすめしたいことになります。皆さんが見ている好きなコンテンツとかいろいろありましたら、そこで出てきたものはメモして復習して自分でも使ってみたり、そういう風に練習してもらえたらなって思います。あと本当にカタカナ語はまだまだたくさんあるので、もしこれが良かったという方はぜひコメント欄で教えてください。第2弾第3弾も作っていこうかなと思います。そして皆さんがこういうカタカナ聞いたけどこれどういう意味とか、なんでこれこういう風に使うんみたいな、意味わからんとかいろいろあるかと思いますが、そういうのもね、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。他の日本語を学んでいる方の参考にもなると思うので、質問でもいいですし、これこうやって使うんやみたいな発見とか何でもいいので、ぜひコメントで教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもポッドキャストを続けていくために応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。Patreon では毎月1本追加のエピソードを配信しています。なので、もっとエピソードを聞きたいという方は、ぜひ Patreon でメンバーシップへの参加お願いいたします。では、今回はここまでになります。今回も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは皆さん、良い一日を。